ご覧いただきありがとうございます。私は今宝塚に来ています。こちらは JR 宝塚駅です。今回私はここ JR 宝塚駅から JR 宝塚線、東西線、学研都市線を通り木津駅まで行ってきました。 JR 宝塚駅の向かい側には阪急宝塚駅がありました。私たちが乗車したのは10月14日のダイヤ改正で学研都市線に新たに設定された快速ブレシートです。今回新たに設定されたのは東西線、学研都市線に乗り入れる 207系、321系の設定でした。これらの車両はロングシート車で、ロングシートに座席指定を設定するということで登場前から様々な議論がされていました。実際に乗車したらどんな感じなのか体験してみたいと思います。16時4分、折り返し木津行き快速となる電車が入線してきました。使用車両は321系7両編成です。この電車の最後尾車両1号車の一部が座席指定のブレシートとなっていました。ホーム上の乗車位置案内にもブレシートの表示が設置されていました。車内の有料エリアは目線の高さに設置された大きなのれんで仕切られていました。こののれんの向こう側が有料エリアのブレシートとなっています。最後尾の乗車口扉付近にも同じのれんがかけられていました。ブレシートとなる座席の上の網棚にも座席番号が用意されていました。こちらの向かい合わせのロングシート2つ分12席が有料座席のブレシートとなっています。こちらの座席が今回乗車した指定席の座席です。全く普通のロングシートに席番とのれんを追加するだけで有料座席に変身させる嬉しいとは本当に斬新なアイデアだと思います。今まで数多くの指定席車両に乗車してきましたが、普通のロングシートに指定席料金を払ったのはこれが初めてでした。321系には車内に液晶ディスプレイが設置されています。16時11分、時刻通りに宝塚駅を出発しました。終点の木津駅には17時53分の到着です。1時間42分の旅が始まりました。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。 JR 東西線系快速駅内行き、この電車7両で運転しております。この電車の一番後ろの車両1号車の後ろには有料座席快速ブレシートです。ご利用の際は乗車券のほか指定席券が必要となりますのでご注意ください。また車内販売は行っておりますので事前にご購入をお願いいたします。途中京橋までの止まります駅は中山寺、川西池田、伊丹、浜崎から JR 東西線内京橋までの各駅です。この電車の前から3両目は女性専用車です。皆様のご協力をお願いいたします。次は中山寺です。お出口左側です。尼崎までの宝塚線はラッシュとは反対方向の比較的空いた区間です。ブレシートが効力を発揮するのは東西線、学研都市線に入ってからだと思います。宝塚駅出発の時点では指定席、自由席を問わず
車内すべてにおいて空いていました。この時点ではやはり指定席は全く必要ない感じでした。まもなく中山寺です。お出口左側です。木津宝塚駅間のレシートは朝に宝塚方面への列車が2本、夕方木津方面へ向かう電車が5本設定されています。この7本は全て東西線経由で運転されており、全列車がロングシート車です。一部の電車は奈良新三田駅まで運転されています。またこのレシートとは別に宝塚線では大阪駅発着のレシートが朝の大阪駅行きで2本、夕方の篠山口駅行きで5本運転されています。これらの電車は東西線、学研都市線には行かず、全て大阪駅発着です。今回のダイヤ改正で阪和線、そして宝塚線にレシートが導入されました。これにより京阪神の JR 線ほぼ全ての線区にレシートが導入されたことになります。また広島エリアでもレシートは導入されています。これから先はダイヤ改正のたびにレシート設定列車が増えていくのだと思います。この時点で思ったのですが、これから先混雑区間に入ってもこののれんの内側には最大で12名しか乗車してくることはありません。ただ席が確保されているだけではなく、前に人が立たないことも確約されています。これは想像以上に快適なのかもしれないと思いました。指定席料金は530円ですが、チケットレスで購入すると300円となります。300円で快適な空間が確保されるのはかなりメリットがあると思います。特に朝の混雑する区間ではとても有意義な300円だと思います。通勤時間帯に自分の席が300円で確保できるのはかなり快適だと思います。この300円には前に人が立たない快適性も含まれています。なお区間に関係なく300円なので、宝塚から乗車の場合途中まででも終点の木津駅まで乗車しても同じ300円です。まもなく尼崎です。この列車は東西線経由快速木津駅です。 JR 東西線内京橋まで各駅に停まります。列車は大きく左へ曲がりながら尼崎へと到着します。この駅で JR 神戸線と合流します。尼崎駅は JR 宝塚線、神戸線、東西線が合流する巨大ジャンクション駅です。この駅を中心に各線に乗り換えができるとても便利な駅ですが、ダイヤ乱れ発生時は一つの線区で遅れが発生した場合、他の線区にも遅延が影響するダイヤ上とても重要な駅でもあります。隣の線路には JR 神戸線の普通電車が走っていました。尼崎駅を出発しました。ここから先 JR 東西線へと入り、北新地、京橋を目指します。尼崎から先はこれまで空いていた車内に一駅ごとに少しずつ人が乗り込んできていました。止まります駅は JR 東西線内京橋までの各駅と花店、住の堂、四条畷、星野、河内岩船、長尾、長岡終点木津までの各駅です。尼崎駅を出た電車は神崎川を渡り、その後地下線へと入っていきます。 JR 東西線はここから先京橋駅の手前まで地下を走ります。まもなく鹿島です。お出口右側です。
列車のホーム内でが空いているところがある。お降りの際は足元にご注意ください。新福島駅を出発しました。ここまで嬉しいとは私たちの他に誰も座っていませんでした。嬉しいとは空いていますが、それ以外の車内は少しずつ混雑してきました。停車駅では時折指定席を知らずに乗車される方がおられますが、すぐに車掌さんが声かけされていました。のれんの内側と外側ではかなり車内の雰囲気が違っていました。まもなく北新地お出口右側です。地下鉄線と阪神線はお乗り換えです。北新地駅では多くの方が乗車されましたが、指定席には誰も座りませんでした。まもなく京橋です。お出口右側です。大阪環状線、京阪線、地下鉄線はお乗り換えです。この電車は快速木津駅です。京橋を出ますと次は原店に止まります。京橋駅の手前で地上へと出ました。ここから先木津駅まで学研都市線を走行します。京橋駅ではとてもたくさんの人たちが乗車されてきました。ブレシートにも私たち以外に1人乗車されました。ご乗車ありがとうございます。この電車は快速木津行きです。この先原店、住野道、四条畷手、星田、河内岩船、長尾の順に停まります。長尾から先は終点木津まで各駅に停まります。車の一番後ろの車両、一部のエリア、有料エリア、ブレーシートとなっております。ご利用には乗車券の他に指定席券が必要です。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。京橋駅を出てすぐに大阪東線と合流します。次の停車駅花店までこの後大阪東線と並走します。指定席以外のエリアにはたくさんの方が乗車されており、かなり混雑していました。ロングシートの指定席は珍しいのか、皆さんのれんの表示を読んだりガラガラの指定席を眺めたりしていました。同じ車内で混雑したエリアとガラガラのエリアがあり、料金を払っているとはいえ少し申し訳ない気持ちにもなりました。しかし車内では指定席券を購入することができないため、これ以降人が座ることもなく、ちょっとした優越感もありました。指定席はこの間では最大に効力を発揮していると思いました。今はまだ運行開始から間もないため今一つ認知されていませんが、今後少しずつ利用客は増えていくと思いました。学研都市線と同じく今回新たに導入された阪和線では転換クロスシート車ですが、2列 ×1 列の3列シートです。1人掛け席のフレシートは需要があるかもしれません。現在はダイヤ改正のたびに運転線区運行列車が増えるフレシートですが、今後の動向に注目したいと思います。松井山手駅を出発しました。この駅までは複線でしたが、ここから先終点木津駅までは単線となります。道志社前駅を出発しました。京田辺駅の先から近鉄の木津川台駅付近までは学研都市線と近鉄京都線が並走しています。タイミングが合えば並走する相手の電車を見ることができます。この場所では双方の線路がまだ離れていますが、この先でかなり接近する区間もあります。JR 宮牧駅停車中に近鉄線の電車が停車、そして通過していました。
辺りはすっかり暗くなってきました。終点木津駅まではあともう少しです。ロングシートの指定席ということもあって今一つ良くない印象を乗る前までは持っていましたが、実際乗車してみて思った以上に快適でした。ロングシートの指定席料金に300円という値段の設定は妥当だと思いますが、通常料金の530円はかなり割高だと思いました。自分の通勤している路線にもし設定があればおそらく迷わず利用すると思います。西木津駅を出発しました。次は終点木津です。お出口は左側です。今回ロングシートのウレシートに乗車しましたが、乗車までは完全にぼったくりな座席だと思いましたが、乗車してみると意外と快適に利用できました。絶対に前に誰も立たないロングシートはとても快適でした。通勤での利用ではかなりありだと思います。ご乗車ありがとうございました。まもなく終点木津に着きます。お出口は左側です。山手線加茂方面と天王寺大阪方面行き、奈良線普通京都行き、これはお客様お乗り換えです。今回の動画は以上です。ご覧いただきありがとうございました。観光での利用の際にはあまり向いていませんが、通勤では思った以上に快適に移動することができると思いました。 JR 学研都市線に新たに導入されたウレシート、ご利用の際の参考になりましたら嬉しいです。今後も鉄道、旅行、ホテルの動画を投稿していきますので、高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。コメントもいただけるととても嬉しいです。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。